皆さんこんにちは、ガジログです。今回はサウンドピーツから出ました Air4 Pro という新しいワイヤレスイヤホンをご紹介いたします。サウンドピーツと言いますとね、低価格でありながら音質がいいというコスパ重視のワイヤレスイヤホンが多いんですが、今回その中から Air4 Pro というね、一つ階段を上がったようなモデルが登場しました。今回このホワイトモデルをサウンドピーツさんから送っていただきました。それでは早速本日も行ってみましょう。ではまず最初に主な特徴をざっとご紹介いたします。最初の音質の部分になりますけども、なんとスナップドラゴンサウンド対応となっていまして、aptX アダプティブの拡張技術でありますロスレスコーデックに対応しています。これは Bluetooth でありながら CD 品質ということで期待が持てる音質ですね。ただスナップドラゴンサウンドは接続するデバイス側もこの規格に対応していないと本領発揮ということになりませんので、このあたりはねちょっと注意になります。もちろんね低遅延モード、いわゆるゲームモードもついています。Bluetooth は 5.3 です。そして 13mm のダイナミックドライバー搭載しています。それは独自開発されたバイオセルロースを含む3つの振動板からなっています。そしてもちろんアダプティブノイズキャンセリング搭載、いわゆる ANC と呼ばれるものになりますが、45デシベルのノイズ低減となっています。そして外音取り込みモードも当然ながらついています。このあたりでもね使用具合を後ほどファーストインプレッションでお届けしたいと思います。そして通話品質もね規格としましては aptX ボイスを搭載しています。これは通常の2倍の超高帯域の音声通話を実現するということになっていますね。帯域が2倍になりますので、それだけ音声のデータを乗っけることができるわけですね。消費電力もね多少上がるかもしれませんけども、それだけ音質が良くなるということです。このあたりもね実際に試してみたいと思います。そしてバッテリーになりますけども、イヤホン単体の中に 35mAh のバッテリーが積まれています。またケースも付属していますが、それ自体には 330mAh のバッテリー容量ということで、イヤホン単体で駆動した場合 6.5 時間となっています。またケース併用ですね、合計で使用時間は26時間となっています。というわけでこれから開封していきたいと思います。というわけでパッケージ内容はこんな感じになっています。まず本体そのものですね。今回ホワイトになりますけども、ちょっとパールがかかったようなカラーリングになっています。そして USB-C、USB-A の充電ケーブル、また予備のイヤーピースもついています。加えてユーザーガイドも入っていますが、しっかりね日本語に対応しています。では Air4 Pro 中身を見ていきたいと思います。出てきましたけども、やっぱりねホワイトというよりパールホワイトになっていまして、ちょっと青っぽく見えたりホワイトっぽく見えたり黄色っぽく見えたりっていうかね、めちゃめちゃかっこいいですね。そしてですね、この蓋が開けやすいように指が引っかかりやすいような形状になっているのもいいですね。そして LED のインジケーターもついています。はい、開けるとつきます。そしてサイドにはね、ここに小さいですけど Here Your Imagination と書かれています。おしゃれな感じですね。そして背面にはサウンドピーツのロゴ、そして一番底部ですね、USB-C のポートがついていますが、ここの周りの部分が補強されていまして、作りの良さを感じます。そしてここにもボタンがついています。では中身を見ていきたいと思いますが、早速取り出してみたいと思います。めちゃめちゃ取り出しがしやすいですね。滑ることありません。いや、なかなか質感いいですね。ここの部分がまず短めになっています。サウンドピーツのロゴの部分がちょっとね冷たい感じがしまして、金属アルミか何か使ってるんでしょうかね。そしてこの部分にね充電用の金属端子がついています。またマイクが至るところについています。全部で3つついていますね。そしてイヤーピースの部分になりますけども、ホワイトのものが標準でついていまして、ちょっと取ってみたいと思いますが、外すとねこんな感じになっています。ちなみにケースの中になりますが、こういった形状になっていますね。非常に取り出しがしやすくていいですね。はい、全く滑りません。そしてしっかりねふわっと締まってくれます。では重さを測ってみたいと思いますが、イヤーピースを外した状態で測ってみたいと思います。 4.5g となりましたね。そしてイヤーピースを乗っけてみましても、やっぱりねちょっと上がりますね。 4.9g となりました。そして両方つけた場合9.6g となりました。そしてケース単体になりますけども 33.5g となりました。全部の重さになりますが 43.1g となりました。これはあくまでもねこのスケールで計測した場合になっています。ではこれからペアリングして試聴をしてみたいと思います。ペアリングが今終わったんですが、私のスマートフォンと接続しましたら aptX アダプティブでつながっています。結構な高音質が期待できるんじゃないかなと思います。
では、デフォルトの状態になりますけど、ファーストリスニングになりますが、実際どんな感じなのかね、これから実況してみたいと思いますけども、今回再生しますのは藤井風さんのキラリという曲になります。これ毎度ね、ちょっとサンプルで再生しているんですけども、ボーカルがね、際立っていると思いますので、この曲でやっていきたいと思います。では、再生します。デフォルトの状態ですけども、低音が結構広がりのある感じで聞こえてきます。ドスドスとすごい効いてきますね。中域はちょっと弱いんですけども、広域が本当にくっきりはっきりとしています。広いですね。レンジが非常に広いです。いやー、いいですね。ちょっと毎度そうですけど、鳥肌立ちました。サビに来ました。まだエイジングが全くされていない状態になりますので、バタつき感はあるんですけど、これはしばらく使ったら化けるんじゃないかなと思います。このあたりはアプリを使った時に、ある程度イコライザーで調整できると思いますので、いろいろ自分の好みの音を探してみたいと思います。ではね、この後ファーストインプレッションでまたお会いしましょう。あれからだいたい1週間ほど使って感じたファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初に気になりますのは音質ではないでしょうか。あれからですね、使い始めてから5、6時間ぐらい再生した頃に音がちょっと変わりまして、先ほどのファーストリスニングに対して比較してみますと、広域がちょっと粗さを感じたのもあるんですけども、それが5、6時間使った時点でかなり落ち着きました。その時点での音質にはなりますけど、まず低域に関しましては、広がりのある音場の広い低域を楽しむことができます。そして中域から小域にかけては本当にメリハリのある解像度の高いリッチな音質を楽しむことができました。もちろん再生する曲にもよりますけど、ボーカルが際立つものに関しましてはそのメリハリのあるサウンドとなりますし、低域と相まってリッチなサウンドを楽しむことができました。ちなみにサウンドピーツのアプリを使いますと、このアダプティブイコライザーっていうのをオンにしますと、自分自身の耳に合った音をカスタマイズすることができます。これオンにしますと自動的に調整してくれます。そして普段はですね、ほとんどの場合このイコライザー機能の中のロックっていうのを選んでいますと、個人的に好みの音質になっていました。そしてプリセットの中にはクラシック、低音強調、低音低減とかね、全部で9種類のモードが用意されていまして、この中のロックもしくはポップが個人的にはめちゃめちゃ良かったなと思います。このあたりのカスタマイズ性が高くて、きっと好みの音があるんじゃないかなと思います。もし好みのものがなかった場合、イコライザーのカスタマイズを使って自分の好きな音に調整することができます。はい、こんな感じでね、広域や中域をね、またもしくは低域などを自分で調整することができますので、きっと好みの音を作り出すことができるんじゃないかなと思います。そして次に気になりますのはマイクの品質かもしれませんね。全部でですね、この本体に3つのマイクが搭載されていて、合計で6個のマイクが搭載されています。それでですね、実際に LINE の音声通話を使ってこのマイク品質を確かめてみました。まずその模様をご覧ください。ただいまサウンドピーツエア4プロのマイク品質のテストを行っています。音量並びに音質はいかがでしょうか。ただいまマイクのテストをしています。というわけでいかがだったでしょうか。なかなかのね、高品質のマイクですよね。低音はほとんどないんですけども、中域から小域にかけてはっきりとくっきりとした声が聞こえたんじゃないかなと思います。ということで必要なクオリティは担保されているんじゃないかなと思います。そして次にやっぱりね、アクティブノイズキャンセリング ANC がどんな感じかということなんですけども、このモデルは最大で45デシベルのノイズキャンセリングに対応しています。ということで多くのワイヤレスイヤホンなどで採用されているアクティブノイズキャンセリングの平均的なレベルだと思いますが、実際に使ってみますとね、屋内であればエアコンや扇風機、冷蔵庫など音ですね、この辺が常に低音がずっと鳴っているような感じもありますけど、それがオンにした途端にほぼほぼ消えてしまいます。ですので人の声や蛇口から出る水の音とか、もしくはテレビの音など、また外で通る車の音とかですね、そのあたりの音っていうのはどうしてもね、消し去ることはできませんが、ほぼほぼ家の中で発生するホワイトノイズ系はピタッと止まりまして静寂が訪れます。そしてもちろん外音取り込みモードもついていますので、必要な方はね、そのモードを使って外からの音を聞きながら音楽を楽しむとかね、またテレビ会議などもできますので、こういったモードついているのも非常に便利ですね。そして次に気になりますのはやはりね、装着感かもしれませんね。今回のこのカナル型のタイプになりまして、耳にぴったりはまるようなこういった人間工学に基づいたデザインになっていると思います。実際に装着していますとね、めちゃめちゃジャストフィットしますね。やっぱりこのイヤーピースもありますので、耳に入れてしまいますと落ちるっていう心配はありませんね。頭を前後に振っても左右に振ったとしても落ちる気配はほぼほぼありませんでした。そして次に操作性になります。こちらのサウンドピースのロゴマークがあ
るところが操作のタッチパネルになっています。ここをですね、何回タップするかとか長押しするかによってコントロールすることができます。アプリでここの操作をカスタマイズする機能は今回はついていませんでしたね。ただその中で個人的によく使うのがゲームモード、もしくは ANC なんですけど、その切り替えもちゃんとこのタッチ操作で切り替えができますので、そのあたり良かったですね。ワイヤレスイヤホンによっては ANC の切り替えはできるんですけど、ゲームモードはアプリからじゃないとできないといったそういったモデルもありますので、その辺の部分では優位性があるんじゃないかなと思います。というわけで今回サウンドピーツの Air4 Pro ワイヤレスイヤホンをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。とにかくこの今回送っていただきましたこのホワイトのモデル、めちゃめちゃかっこいいんですよね。ホワイトというかパールホワイトのボディ塗装になっているので、このね質感も相まって音質もトータルで見た時にこれは結構買いじゃないかなと思いました。デザイン性もさることながら ANC とかマルチポイント機能もありますし、装着感も抜群ですね。また音もね広がりのあるクリアなサウンドを楽しむことができますので、ほぼほぼ満足できるんじゃないかなと思います。ちなみにバッテリー持ちになりますが、現在イヤホン側のバッテリーは両方とも 100% になっていまして、この本体のケースのバッテリー残量っていうのは見ることはできません。ただ体感としましてはですね、1週間ほど使っているんですけども、だいたい 50% ぐらい残ってるんじゃないかなという気がします。1日あたりだいたい1時間から2時間ぐらいの使用になりますけど、1週間から2週間ぐらいは使えるんじゃないかなと思います。こういったモデル気になった方はぜひ概要欄にリンクがありますので、詳細をご覧いただければと思います。この動画が良かったよってことであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。